皆さんこんにちは。シニアモデラーのトニー高谷と申します。今回は鉄道模型車両の金属工作自作編の第5回目としまして、真鍮板を使った車両の窓抜きをやっていきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。さて、今日使う道具はこちらです。一つ目は前回使用しました糸のこです。刃も、同じく前回使用したのと同じ3/0を使います。2つ目はピンバイスです。穴を開けるための道具です。今は1万円前後でボール板が売られていますが、私としては使用予定はありません。ピンバイスは大きく分けて2つの種類があります。ヘッドの回転するもの、それと回転しないものです。私が若かった頃は回転しないものがほとんどでした。そのため回転させるために時計用のドライバーの先を切り取ってピンバイスの頭の部分にはめて使う人もありました。私は押しピン、特に頭の大きな製図用のものをよく使っていました。ピンバイスを使うときはドリルが必要です。今回使用しますのは糸のこの刃を通すための穴開け用です。直径 1.2 ミリから 1.5 ミリくらいのが1本あったら良いかと思います。ドリルにも種類がありますが、鉄鋼用でHSS とパッケージに書かれているもので良いと思います。ホームセンターで1本または2本入って500円前後で売っています。あと使う道具としまして、ポンチというのがあります。これでも必ず必要なものではありません。他に買いの方法もあります。この点も含めましてこちらのビデオをご覧ください。ドリルで金属に穴を開ける際、いきなり穴を開けようとするとドリルの刃が滑って切り抜かないところまで傷つけてしまいます。ドリルの刃が滑らないように下穴といいますか、くぼみをつけます。大抵このような時はポンチを使います。まずハンマーや金槌で叩くタイプのポンチをご紹介します。私が使っているポンチは長さ75ミリでかなり小さなタイプです。次にオートポンチと呼ばれるものを使います。手のひらで頭の部分を押さえます。70% くらいの力で押さえましたが、木の板の上に置いた 0.4 ミリの厚さの真鍮板にすり鉢状のへこみができてしまいました。今度は厚さ 1.5 ミリの真鍮板を台にして、その上に 0.4 ミリの厚さの真鍮板を置いてポンチを使います。ハンマーで叩く方は問題ないのですが、オートポンチを 100% の力で押したところ、へこみがさらに大きくなってしまいました。
ポンチ、特にオートポンチは1ミリ以上の厚さのものには有効でしょうが、薄い板には使えませんね。それでこの後別の方法をご紹介します。こちらはこれから窓抜きを行う真鍮板です。国鉄471系電車ですが、長い間製作がストップしていたものです。かなり汚れていましたので、粉末のクレンザーで汚れを落としました。ポンチの代わりに以前毛書きの話でご紹介した目打ちを使います。できたへこみは小さいのですが、鉄道模型の自作やレストアでは 0.5 ミリ前後の穴を開けることが多いので、これで十分です。この後 0.7 ミリと 1.5 ミリのドリルで穴を開けます。この作業のためにピンバイスを2本使っています。使用するドリルの直径によってチャックをたびたび付け替えるのが面倒だからです。まずは直径 0.7 ミリのドリルで穴を開けます。別に貫通しなくても構いません。今度は直径 1.5 ミリの穴を開けます。
毛書き線を越えないように時々チェックします。1.5 ミリのドリルだと毛書き線を越えてしまいそうなので 1.2 ミリに取り替えました。今回は四隅に穴を開けましたが、慣れてきたら3箇所、2箇所、1箇所と減らすことができます。糸のこで窓を切り抜く作業に移ります。ご覧のようにして糸のこの刃をドリルで開けた穴に通します。刃を通したまま慎重に真鍮板を裏返しにします。右手で持ち手を掴んで下の方に力をかけます。同時に左手で刃をフレームに挟んでネジ止めします。再び慎重に糸のことともに真鍮板をひっくり返します。切り始めた途端に刃が緩んできました。セットし直します。
また刃が緩んできました。勢い余って穴を通り抜けてしまいました。休み穴の手前では速度を緩めて糸の子を少し左に振るべきでした。糸の子の刃を出発点の穴に戻します。面倒なのでこんな方法をとっていますが、刃が途中で引っかかって折ることもありますから、あまり真似しないでください。面倒でも休み穴で一旦真鍮板の下になっているネジを緩めて刃を引っ張り出してください。今回使用している真鍮板は 0.3 ミリなのですが、ユニットサッシになっている車両ですから 0.1 ミリの厚さの真鍮板をハンダ付けしています。そのためでしょうか、切っている際に少し引っかかりがあります。今度は糸の子を右に振って休み穴に入れます。今度は糸の子を通す穴1箇所だけで切り抜きます。本当は2箇所の穴がベストではないかと思います。
方向転換するところまで来たら、急に刃の向きを変えずに内側に力をかけながら少しずつ向きを変えます。向きを変えるところでは休み穴を作るつもりで糸のこの刃で隙間を広げます。
ここで以前手書きの話でご紹介したタミヤのモデリングテンプレートを使ってみます。まず車両の図面にテンプレートを重ね合わせて適当と思われるカーブのものを選びます。R15% と表示されているものが良さそうです。今度は真鍮板に重ね合わせます。手書き針で手書きます。少しテンプレートが滑りますので、説明書にも書いてあるようにマスキングテープなどで固定した方が良いようです。ちょっと微妙な感じもしますが、斜め線を引いているよりはマシかなと思います。ドアの切り抜きは一番最後にしたいのですが、次回の話の中で使いたいのでやってみます。ただこの形式は車体の下端とドアの下端との間隔が1ミリしか取れません。それで今回は切り抜き位置を変更しています。今回は無理をせずに2箇所に穴を開けます。
また刃が緩んでしまいました。刃はスーパーパイクの4/0に変えています。少し音が大きいようにも感じます。直角になるところを切り抜きます。できる限り手書き線いっぱいまで切っておきます。手書き線まで来たら1ミリくらい糸のこを手前に戻します。少しずつ左に舵を切りながら手書き線まで行ったり来たりして三角形の休み穴を作るように糸のこを動かします。今回は無理をしないで刃を抜きました。
また刃を3/0に変えました。今回はカーブが大きいので休み穴を作らずに手書き線に沿って切り進みます。はい、いかがだったでしょうか。次回は前回切り出した床板や今回切り抜いた窓の切り口などをヤスリを使ってきれいにしていきます。今回もご覧いただきありがとうございました。